アウトローになりたかったの。潮吹きっていうのを知らなくてもう忘れられないぐらいやばいとこに行ったから、その監督の家に行ったの。奥さんがいたの、子供もいたの。めちゃくちゃアウトローだな。イベント中に大人のハロー皆さん、ジュンラブジョイです。今回の With Love and Joy エピソード6、6ですねのゲストさんは AV 男優の黒田優斗です。わー、初 AV 男優さんですね。俺初めてなんだ。そうですわー、AV 男優さん来てもらいました。で、今日ですね、黒田さん、AV 男優さんの裏話聞きたいと思います。あんなこと、こんなこと、いろいろ聞きたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、黒田さんよろしくお願いします。ちなみにいつもこの番組では、この記念チェキ撮ってるんですけど、撮っていいんですか？ちなみに黒田さんの地元どこですか？地元は九州の長崎ってとこ、一番端っこだね。行ったことないです。行ったことない？はい。なんか名物は？名物ね、カステラ。カステラ、もらったことあります。あ、そう、カステラうまいよね。もらったことあります。名物、自分の地元のやつでもね、一番好きだね。カステラ？自分で作れますか？作れない。ごめんなさい、ごめんなさい。カステラ作れる AV 男優気持ち悪いじゃないか。これ幅広い、幅広い男優。カステラ男優。ローション入れそうだしさ。AV の前の仕事は何だったの？AV の前の仕事？俺ね、大学生だったの。で、大学卒業したら就職活動するでしょ。でもね、就職活動したけど、普通の会社に入るの嫌だなと思って、それで AV 男優を選んだの。誰で入ったんですか？新聞に AV 男優募集とか。雑誌。ビデオボーイっていう雑誌があって、そこの後ろに AV メーカー一覧表があって、メーカーの名前と住所。住所書いてあるから、そこに自分で写真撮って送ったの。わー、その流れ。37社を送って、8社から連絡来て、で仕事させてもらって、そこから広がっていって。わあ、ちょっと女優さんとちょっと違いますね。違うね。事務所ないからね、大丈夫。フリー、みんなフリーで。よく俺生き残ったなと思って。21年なんだけど。わあ、21年。いや、ほんと運が良かったから。やばい、めっちゃ若そう。私本当に24歳。24歳？本当に21年で活動してる。あ、ほんとすごい。感動です。俺45なの。もう見てない。ほんと、わー、いいな、日本人の遺伝子。あれ、日本なんだ。そう。できた？できたよ。見て顔。しわくちゃじゃん。やっぱ44だよな。違う。そうしてください。なんかさ、アウトローになりたかったの。バッドボーイ？ちょっとカウボーイです。違うとこ行きたいっていうか、普通の人生じゃないとこに行きたいと思って、そう、AV 男優を選んだ。でもそう言ってもなんでその道取った？なんかもともとエロが好きだったとか？エロは好きだったけど、AV は全然見てなくて、そう、でも変わった人生を歩むんだったら、AV 男優が一番面白そうだなと思って、飛び込んでみたの。その時に他の AV 男優さんの知り合いとかいますか？いない。AV を見ないからさ、どんな人がいるのかも知らないから、なんか AV 男優って黒くてマッチョの人がいるのかなと思って、俺その時さ、細くて白くてガリガリだったから、そうなんですか？AV 男優にはなれないなと思って3ヶ月でこの体にしたの。3ヶ月間でできた10キロぐらい増やして3ヶ月で。ジムとか家で？ジムにね、週に5日行って、毎日90分毎回。そしたらこの体になって、もう大丈夫かなと思って、大学3月に卒業して6月に送って、6月から AV 男優になったの。で、経験人数も4人しかいなかったの。あと潮吹きっていうのを知らなくて、入ったらさ、あそこから水出てくるから、と思ってさ、そういうの知らないで入ったから、知って入ってたら、多分ね、自信なかったからやめるでしょ。何も知らないで入ったから、こんなのあるんだ、俺もやってみようと思って、やったらできるようになっていくから、知らなくてよかったよ、逆に。私もそういう考えで生きてます。知らない方がいい出る。ありがとうございます。かっこいい。アウトラっぽいのサイン、めっちゃかっこいい。何ですか？漢字の黒に田んぼ。黒だ。なるほど。似てるでしょ？似てる。めっちゃ好き。
自分の AV 男優のデビューを覚えてますか？覚えてる。覚えてる。1999年の6月2日。オッケー、よく覚えてます。ちょっともう忘れられないぐらいやばいとこに行ったから、1回目の時。やばいっていい意味悪い意味？俺の中ではいい意味だけど、いい意味、世間的には悪い意味。なんか行ったら、1日3回セックス取るって言って。オッケーオッケー。デビューで？その日の撮影全部が。3回で。で、1個目は矢吹さんっていう男優が本番やるって言って、で俺2個目の真ん中で嘘のセックス疑似の入れてるふりで、なんでかって言ったら3個目が監督がハメ撮りしたかったから、1日2回しかできない女の子だから監督がはめたくて、俺が偽物のセックスすることになって、で監督がセックス好きなのよ。でどこでやるのかなと思ったら、その監督の家に行ったの。稲城っていうところ、東京の。で行ったら一軒家で奥さんがいたの。で子供もいたの。その家に行ったら。で撮影するって分かってんのかなって不安だったんだけど、奥さんが見たらモニターがあって編集してんの、奥さんが。で見たら旦那のハメ撮りなの。理想の結婚。いや理想じゃないよ、それが。離婚するからバイトするかっつって1回5000円で編集させてたの、自分のセックスを。でバッドでしょ、自分的に。俺はすごいグッドだ、すごいテンション上がってめちゃくちゃアウトローだなと思って1回目の現場でそれ見たから。でその監督がハメ撮りするじゃん。その間子供とかうるさいから相手してろって言われて、俺初めて会った子供をその相手して遊んで静かにさして1階で監督がハメ撮りしてんだよ、ギャルで。それは多分後日奥さんが編集するの。1回5000円で。めちゃくちゃでしょ。アウトローすぎる。 AV ってアウトローすぎると思って。聞いたことない声なんかでデビューやばすぎる。やばいよね。だからそれで一発でああこれだと思って、もうそっからもう AV だけで食おうと思って。シルナイムってわかる？わかります。シルナイムってバイトしてるわけじゃん。なんか他の仕事しながらシルダンのバイトしてるみたいな感じだから、それだと男優として生き残れないと思って、もう何もバイトしなくて、その時ちょっとしてたんだけどバイトを。バイトやめてこれだけにしようと思って。そうしないとほら明日空いてるかってやる時にあ空いてますって言えるから。で転職って言えますよね。転職、アウトローの転職。デビューの話すごい印象、私も忘れられないかもしれないです。子供と遊んで今パパ絡んでるよってセックスしてる。それは言わなかったけどさ、普通になんかトーマスとかおもちゃで遊んで声聞こえないようにしてああいうの言ってんの。面白かった。なるほど、素晴らしい。その人めちゃくちゃ性格悪くて、その監督が。で稲城っていうところ知らないじゃん。初めて行ったの稲城なんか。駅まで降ろされて帰れって言われて、電車代も出ないし、ここがどこなのかも全く分かんないし、そう東京のすっごい奥の方だから稲城って。で俺横浜住んでたからめちゃくちゃ大変だって帰る。でもデビューでそれ以外の感想良かった。なんかあこれだとか思いました。デビューしてすぐの時に足骨折してる監督が俺を呼んでくれて、松葉杖だったの監督が。でAD とかにこうやれあれって言って撮影現場組んで撮るじゃん。でモニターの前でバイブを松葉杖の先っぽにつけ始めたの。こうやって。でその監督がその松葉杖で女の子にバイブやり始めて、めちゃくちゃアウトローだなと思って信じらんねえよと思って。その人いなくなったけど今は。いやいや、さすがにそれアウトローすぎる。あとさっきのハメ撮りさせた監督のもういないんだけど、よかった。昔そういう人ばっかだったから俺らの業界って。いやちょっと女優さん生きられないよね。入れられない。例えば AV 女優は、マネージャーさんから仕事もらってるけど、さっきなんか明日空いてるって言ったんじゃないですか。直接そのメーカー監督から電話もらって仕事もらえるっていう。そう制作会社に AV メーカーって振るわけじゃん。で制作会社が俺らを呼んでくれるから、だから俺メーカーの人と仲いい人はあんまりいないんだよね。ああそうなんだ。まあ監督との付き合いだから21年やっててもメーカーの人名前もよくわかんないし顔は知ってるけどね、たまに会うから。でも名前を覚えらんないんだよね。だってキャパシティをオーバーしてるじゃん。だって毎日いろんな女優に会うし、いろんな AD さんあったり、メーカーの人とかメイクさんまで名前覚えられなくて。まあ確かに
それわかる。キャパオーバーで。女優さんのこともよく忘れてる俺。大丈夫。私も忘れていい。全然 OK。全然ノープロブ。自分に対して一番向いてる役は何ですか？向いてる役一番多いのがさ、激ピストンとかが多くてそればっかなのよ。それ役もうドキュメントの作品ばっかり呼ばれて、そのドラマものとか呼ばれないから、だってほらこんなムキムキなさ、医者もいないしさ、こんなムキムキな会社員もいないじゃん。だからドラマに呼ばれづらいんだよね。だからドキュメントで激ピストンとか言ったり、セレブの友で出会いそう。向いてるのはそうだけど、激ピストンしたいかって言ったらそうでもないから。どういうもの撮るのが好き？まあ普通にさ、愛がどうとかそういうのは全く俺は興味なくて、だってそんなの嘘だからさ、愛がなくても気持ちいいわけあるわけじゃん。ただお互いが浴場してるセックスはやっぱ気持ちいいから、好きとかじゃなくてもそういうのがいいんだけど、大体ほら行って呼ばれてパン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 みたいな感じばっかだから、もうなんか毎日やってると飽きてきちゃって、そればっかじゃん。いろいろできるんだよ俺、激ピストン以外もね。でしょ？激ピストン以外できる男優さんマルチにできるんだけど、そればっかなんだよね。でもマルチなんか監督もやってるって言いましたよね。さっき話した監督もやってる。監督はねでも19年前からやってる。でもそれもすごい長い。やらせてくれて、その時の僕の師匠ってわかる？日本語の俺の師匠の奥出哲夫さんっていう人がいて、その人が黒田君は文章を書くのもできるだろうし監督やるのもできるだろうからって言って雑誌社紹介してくれて連載持たせてくれたりとか、あと自分が制作会社持ってるからそこで僕に監督やらしたりとか、いろいろね世話焼いてくれて、それでいろいろやるようになったの、男優以外もね。でその人は借金いろいろ作って蒸発してんだけど、この業界の人は探してんだけど、メーカー潰しちゃってるから、何億も借金作ってアウトドアのなるほど。はい、じゃあ AV 男優の中仕事の中一番難しいことは何ですか？自分に対してでも難しいこと一番難しい。まあ失敗は何回もあるけど、それを2回目3回目にできるようになるのが男優の仕事だと思ってるから、難しいっていうのはないよね。1回目はできなくてもね、それは難しいと思うけど、やがて難しくなくなっていくからさ。でも本当になんか女優の立場、私まだ新人ですけど、一番大変のは男優ってずっと思ってた。いやそんなことない。女優の方が大変。俺は21年間で思うけど大変よ。いやでもなんかみんななんか甘えてくれるんじゃないですか、監督なんか「あ、純ちゃん大丈夫」でもラギさんどうでもいい、なんか「早く早く立って」とか。でもそっちの方がいいじゃん。なんかいい、なんか雑に扱えた方がいいよ。なんかガウンとか持ってこられて、たまにすごい社員 AD の人がこうやって持ち上げてくる時は俺嫌なのあれ。あ、本当？でもリスペクト、なんかお疲れ様です、よく頑張る。いいよ。なんかこれやってあれやってって言われて、わかりましたってやる方がいいね。なるほど。でも男優さんまで大変な。でもそれ教えてもらってよかった。すごいよ女優さんは。でも男優さん誇りに思います。感動。そう本当。お互いリスペクトし合ってたんだね。リスペクト。やばい、本当に面白すぎて、特に海外の方は黒田さん見て絶対こいつかっけーとか、なんかワンピースのゾロみたいな感じ。めっちゃごめん、オタクめっちゃかっこいい。初めて言われたやつ。ルーパン三世に出そうなキャラとかめっちゃ好き。いいね。聞きたい。アウトラに OK いきます。じゃあアウトラの子供の頃の夢は何でしたか？子供の頃の夢？子供の頃はさ、俺仏教ってわかる？仏教わかる。仏教徒の厳しいお父さんのところで育ったから、めちゃくちゃ真面目に生きていけみたいな教えをされてて、だから人に迷惑かけない人間になろうっていうのが子供の頃の夢だったの。ですっごい厳しくて、本当中学校3年生15歳まで、朝さ6時ぐらいに写経ってわかる？わかんない。仏教のお経っていう漢字でさ、めっちゃ長いんだけど、それ朝6時から書かされてさ、ペンで筆ペンでずっと正座して書いて、でも何の意味かはあんまり漠然としか分かんないじゃん。正しく生きていけとか、人に優しく生きろとかさ、殺生するな、虫殺すなとか、多分そういうこと書いてんだけど、でもそれをずっと15歳までやってたらやっぱ反発しちゃうじゃん。だからアウトローになりたくなったんだと思う。まあでも苦しい、厳しくて逆になっちゃう。
押さえつけられてたからバーンっていったんだと思う。でそのバーンになった時って覚えてますか？なんかきっかけとそれね、18歳の時にね、お父さんと喧嘩したのよ。18歳、じゃあ大学に入った前とか？入る前、高校3年生。お母さんを殴って、グーじゃない、殴って、すごいね、手を出して、それ見てもう本当に切れちゃって、俺が。で、お父さんと喧嘩して、それまではめちゃくちゃ怖い人だったから、何かあったらこう叩かれてたから、ずっと怖い怖いと思ったんだけど、18歳で喧嘩したら、勝っちゃったのよ、その時。で、それでお父さんが、なんか来なかったの。立ち向かってこなくて、もう喧嘩終わっちゃったのよ。その時に、俺の中のその仏教でずっと押さえつけられてたのが、なくなっちゃったの、全部。あ、これ、いいやもうと思って、でそこから多分アウトローな方に好きになってって、憧れてって、で大学4年間で多分溜まってって、急にそっち行ったんだ、AV の方に。だから真面目じゃない人間になろうって思って、それでそうなったみたいな。なるほど。そう、その喧嘩で本当にすごい人、黒田さん。本当にすごい。なんだろう、多分この業界なんか偏見が多いじゃないですか、この業界について。AV 男優見て、多分何もできない人で、ただセックスが好き、エロやろうとか思ってるけど、そうじゃなくて、いろんな深いこともあって、いや、そんなこと、エロやろうだよ、ただの。ただのエロやろうだと思うけどね。アウトだ、エロやろう。いや、素晴らしい。両親とまで仲良くいい？仲いい。めっちゃその時仲悪くなってたけど、今は子供を育てることとかってお金かかるじゃん。それが理解できたから、あ、この人たちはそんなすごいことしてたんだって気づいたから、今は好きだね。仲いい。この間もね、長崎帰ったんだけど、楽しかったね。あんなに嫌いだったお父さんと喋るのが。もう喧嘩しない。プロレスしない。もう会うたびにありがとうって言うようになったね。よかった。この仕事やってるって知ってるはず。そういう話にはなんないけど。なんない。絶対知ってるでしょ。絶対知ってない。まあパパが見てるんだったらわかんないけど。前さ、男優始めて2年ぐらいの時にお父さんから AV 送られてきたの。2本。プレゼント来て、で、俺が出てるやつだと思ったの。VHS だから、うわ、絶対俺が出てるやつ見つけたんだと思って、怒られると思って再生したら、全然違う、ピエール健さんの感じで、そうで、なんだろうと思ったら電話したのよ。なんでこんなもの送ってきたんだって。そしたら、これを見て勉強しろよって、女の人は喜ばせてあげないとダメなんだぞっていう。かっこいい。でもそれかっこいい、パパ。かっこよくないじゃん。かっこいい。でもそんな話する人じゃなかったからさ、セックスの話とか。多分気を使ってさ、そういうのを勉強しろって送ってくれたんだろうけど、びっくりするよね、急に親から AV 送られてきたら。無理、私も。超焦っちゃったよ。しかもしょぼい絡みで、全然勉強なんねえしと思って。だと思います。そのモザイク、日本の AV ってモザイクあります。それあったら勉強になれないと思いますか？いや、モザイクあっていいと思うよ、別に。そうなんですか？どっちがいいと思う？ない方がいい。好み、前はない方がいいけど、今は別にあってもなくてもどうでもいい。だって別に見たいと思ってない。違うこと楽しんでる。私結構ドラマ系が好きし、あとタイモが好きから、それあっても別にこうとかこう見なくてもいい。でも海外の方よく「純ちゃんのモザイクなしのものを見せなさい」とかコメント来るから、あんまり理解できてない。でなんであってもいいと思う。ちょっと難しい話になっちゃうけど、日本の法律的にモザイクがないと違法になっちゃうから。わかる。でも法律が変えば、いや、もうそんなこと思わないね。もうそのルールに従ってやってる方がいいじゃん。アウトドアっぽくない。黒田アウトドアもモザイク許す？別にそんなレボリューション求めてない。モザイクレボリューション。大丈夫だよ。大丈夫？AV 男優になりたい方にアドバイスとかありますか？アドバイス。かっこいい。清潔感を持った方がいいよね、男優はね。清潔感、あと常識があった方がいいかも、今はね。昔の男優ってもう常識ない人ばっかだったの。でも時代に合わせて2020年に AV 男優始めるんだったら常識ある人の方がいっぱい使ってもらえるよね。そうなの？だってだいぶグレーゾーンの仕事だったけど、今結構ホワイトに近くなってきたから、女の子に不愉快な思いさせないっていう前提があるじゃん。それをできるの人ってやっぱ常識ないと無理じゃん。あとは
筋肉あんまつけない方がいいね今は。これだとほら激ピストンばっかりになっちゃうし、激ピストンボーイになります。そうなんかいろんな仕事したいんだったら、平均的な体型で、爽やかで髪の毛長い方がいいかも。長いっていうかまあ俺みたいに短くないこう普通のフェミニンな、そうそうそう、ちょっとフェミニンな方がいいかもね。ちょっと減らしたら、いや減らしたら、でも俺はこのフォルムは好きだからさ、自分の大丈夫。激ピストン仕事には困ってないし大丈夫。かっこいいね。黒田さん本当にすごい人です。おせちじゃないよ。おせちじゃないよ。おせちじゃないよ。日本語うまいね。ありがとうございます。大地さんって、まあイベントある人もいる。なんか告知とかありますか？イベント今度の。イベントでも今やってないもん。やってない。オンラインで今度やるかもしれないけど、まあ対人のさ、コロナウイルスのせいでさ、人と会うイベントやめちゃったから、前はね年に5回ぐらいやってたんだけどさ。かっこいい。で面白いんだよそれが。失礼の意味じゃないけど誰が来るんですか？女性？男性？女性限定にしてる。限定にしてる。その方が来やすいじゃん女性。男の人がいたら楽しめないじゃん。確かに。LGBT のさ、そのニューハーフの人とかも全然来ていいんだけど、いいですね。マインドが女の人だったらその場は女の人の雰囲気になるから全員楽しめるなと思って。どういうイベント？第二さんのイベントってどんな感じですか？まあトークだね。今みたいなさおしゃべりをするトークイベント。あとはチェキ取ったりとか、大島嬢さんがギターやったりとか、そういうの見したり。かっこいい。ちょっと行ってみたいけど。めっちゃ面白いんだよ話。ゲスト男優呼ぶんだけど、普段さ AV の中で喋んない AV 男優が意外とね掘り下げたら面白いこと言ってくれるんだよ。いやー聞きたい。で来るお客さんもまあ普通の人が大体いっぱいいるんだけど、面白い人いるんだよ。なんかその人出禁になっちゃったんだけど、出入り禁止になったんだけど、イベント中に大人のおもちゃ持ってきててオナニーしてた。俺すげえ面白かったそれが。アウトラの笑い。だって具合悪そうな顔しててさ、その人がいつもニコニコしてるの。大丈夫大丈夫って聞いたら、なんか不機嫌そうなのにさ、なんかあんまりリアクションしないの。で、なんか変だよな今日と思って、後で聞いたらローター持ってきててスカートの中でやってたんだって。面白いよ。でもそれが理由で NG じゃないの。俺は面白いと思ったから別に NG しなかったし、その後ね、それ以上のもの、それ以上あとその同じ人がカミソリ持ってきて、俺は面白いと思ったのそれは。でも他のお客さんが不愉快に思ったみたいだからクレーム出ちゃって、まあクレーム出たらさすがにちょっと出禁にしないとダメかなと思って、NG になった。そのことってやばすぎる。なんかローターとハサミでなんかチェキとかいっぱい取ってくれたのその日。20枚ぐらい取ってくれて、それもお金返すよっつって言って交渉したんだけど、なんか受け取らないみたいになって、なんか最後まで喧嘩になっちゃってね。喧嘩っていうか何年前？それ怖い。それね、最近2年半ぐらい前か。さすがに私のイベント誰もなんか天下でなんかやってないよ。やってない？やってるか。でも面白いじゃん。まあそこで笑うかもしれないけど、これはちょっと無理。そう初めてだったから、いやすげえなと思って。黒田さんのイベント行ったらローター持っていかないで。別にいいよ持ってきて。持ってきて。まあでも不愉快に思う人いるだろうね、他はね。真面目な人ばっかだからね、普通。あとなんか他にもあったよ。このクレイジーな話、でもデビュー一番やばいと思う。さっきの話より。でももっとやばい話いっぱいあるけどね。例えば急に言われてもあれ出てこないけど、まあ引き出しはいっぱいあるから思い出したら言うけどさ。NG のものありますか？男優と。NG ない。NG ない。NG を作んないようにしてる。まあゲイセックスだけはしないようにしてるけど、それ興味がないからなんだけど。でもニューハーフは？ニューハーフの人はマインドが女だから、俺は女だと思ってしてる。素敵。だからヒゲがちょっと生えてても、まあマインドが女だから全然女優として扱うし。じゃあゲイはない。それ以外の NG はないんで。加藤隆っていう人がいて、レジェンドの男優。その人が男優は NG を作っちゃダメだって言ってたの。それは俺すげえ正しいと思ってて、なんでかっていうと、それちょっと NG ですとか言ったら、女の人が OK でもそのプレーなくなっちゃうじゃん。
女の人はできるのに、こっちのわがままで NG だったら撮れなくなっちゃうし、あ、確かに、撮影がうまくいかなくなっちゃうじゃん。その意味で分かるけど、例えば電話来るときに、ちなみに黒田さんこれできますか、あ、ごめんなさいちょっとできないで別のラインさん行けば、でも自分自身で NG 直認ないからいいんじゃない。いやだって男優に一時聞いてこないよ、これ大丈夫ですかって。あ、聞かない。あ、ごめん、めっちゃ聞く。だって台本に書いてある、えって思うこといっぱいあるの。俺21年じゃん、20年の時、去年、ペニバン書いてあったよ、言われてないのに。Oh no。 で、お尻の穴掘られるって書いてあって、NG じゃない、だって頑張った。 NG 言わないようにしてるから、あ、まあやるかと思って。かっこいい。それで普通さ、館長も用意するじゃん、お尻から出てきちゃうからさ、館長用意してないのよ。だから俺自分で買いに行ってさ、それドラッグストアまで走っていってなんでこんなことしないといけないんだと思ったけど、まあでも NG なしだからさ、買いに行って館長して、でペニバンでギャルの19歳の人からお尻掘られながら最高なんか発射するみたいなのがあって、でその次の日は俺監督現場だったのよ、自分の。そしたらさ、その子がいたの。昨日ケツ掘った人にさ、監督が偉そうにさ、じゃあこうやってこうやってこうやってとか言えないじゃん。もうなんか恥ずかしかったよ。この業界最高。そういう偉そうにできない監督だから。ペニーバンドか。クロちゃん昨日声出してたもんなとか。あ、可愛い声出したね。だって言ってた。赤くなった。なるほど。本当にすごい。やばい、本とか書いてほしいぐらい。いやでもこういう本売れないみたいで断られちゃうね。なんで？俺コラム書いてたからさ、いっぱいストックあるんだけど、それコピーして出版社持ってっても出してくれないんだよね。自分で出版したらなんていうセルフ？いやー、そこまでしなくていいや。いやでもめちゃくちゃ面白い。かっこ悪いじゃん。なんかセルフ出版。なんだこのアウトドアすぎる。なんかセルフ出版がダサいじゃん。まあそれの方がアウトドアじゃない？そう？いやだって売れないよな。売れる書いてある。書いてある。いやでも絶対面白いんだけどね。絶対面白い。そういうのばっかだからさ。ギャルにペニバンドされて次の日 AV かどういう現場はい、皆さん初 AV 男優のインタビューはいかがでしたか？黒田さんめちゃくちゃ面白すぎてちょっと笑っちゃいましたで、黒田さんなんか SNS とかやってます？Twitter とインスタやってます。アウトローの Twitter とインスタぜひフォローしてください。はい、皆さんこの動画ご覧いただきありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。